はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのラクドス悪事を紹介したいと思います。こちらのデッキですが、新システムの悪事をフィーチャーしたデッキですね。いろんなクリーチャーを採用しているのですが、中でも強力なのが厄介者ギサで、悪事を働くたびに実質33トークンを2体生成するので、一瞬でフィニッシャーになっていくカードとなっています。2マナ域としてはマグダが強力で、22というボディではあるのですが、悪事を働くたびに宝物トークンを出し、さらに宝物を3つ生贄に捧げることで44ドラゴンを生成することもできるので、2マナながらほぼマスト除去の生物になっています。また、薬弁砕きは2マナ32というアタッカーサイズに加えて、無法物が出るたびに1点を飛ばすことができ、優秀なダメージ減になってくれます。ただし今回は無法物に寄せている構築ではないので2枚だけの採用ですね。3マナ域ではジャスパーフリントがかなり強力で、43という説教者を超えれるボディサイズを持ちながら、場に残っているだけで毎ターンアドを稼いでくれるので、こちらもマスト除去の優秀なクリーチャーですね。悪事を働かせるためには除去や収穫者のようなカードもいいのですが、下水王や侵入者は勝手に毎ターン悪事を働いてくれるので、悪事カードとの相性がかなりいい組み合わせになっています。悪事カードは見捨てられた甲府やケアベクなどもあるのですが、使ってみた感じ、甲府はミッドレンジには合わず、ケアベクも強い場面がかなり限定的ということで、今回はそれらは使わず強いカードでまとめた感じになります。BO3 ランクマッチでしっかりと勝てる構築にしていますので、参考にしていただければなと思います。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。割とバランスは良さそうなハンドなのでキープしていきましょう。あとは土地が、しっかりと伸びていくかどうかですね。この下水王と、ギサの組み合わせはね、かなり強力なので、うまく回っていくといいですが、さあ、3マナ目はとりあえず確定していく。まずは、薬ミンクだけですね。2マナ32という、アタッカーとしてはね、標準的なサイズなんですけど、無法物が出るたびに1点を飛ばすことができるということで、割とね、ダメージを稼いでくれる、クリーチャーになっています。さあ、ただここは、切り崩しを使ってくる。さあ、相手はこれ黒タンですかね。さて、まずは、下水王からですね。下水王は早いターンに出しておくと、どんどんとね、クリーチャー数を稼いでいくことができるので、さて、ただ工作員、ゴルガリか。工作員がその、接しがついていくので、ただ下水王も対処していく。ただ直令を使ってくれたのは、侵入者的にはありがたいですね。さあ4マナ目まで伸びていく。これ次のターン土地が引けたらギサプラス侵入者でだいぶねえぐい展開ができますね。さあ侵入者で自分のクリーチャーを追放していきましょう。一応悪事はね相手の墓地を対象にしないといけないんで、相手の墓地はちょっと残していく感じですね。ただこれで、ギサが抜かれていきますかね。ただ除去が2枚あるんで、現状、一ターンアクションが遅れるっていう感じですね。除去を抜いていく。なるほど。さて、ただ土地引かず、しょうがないので、殴っていきましょう。一応その、除去を持ってるんで、これは一方的にね、殴っていくことができますね。最低悩んでいますが、除去があるんでっていう悩みですね、これは。ブロックする。ブロックするとしたら、はい。さすがに。ということで、ここは侵入者を出していきましょう。いや、このターン、ギサをね、出したかったですね。このターン、ギサを出せてれば、かなり強い動きができたということで。で、しかもギサってその、一ターンに1回しかね、能力が誘発しないんですけど、こっちのターンと相手のターンでね、能力が誘発していくんで、侵入者による誘発と、除去による相手ターンでの誘発っていう動きがね、することができますね。さあ、殴ってきますが、5点アタック。土地引かず、
いや、ギサのね、強い動きを見せたいんですがまあまあ、土地を引かないのはしょうがない。まあ、代わりにジャスパーフリント来たんで、まあ、ジャスパーもね、かなり強いクリーチャーですね。ジャスパーに関しては、まあ、結構ね、活躍してる試合をね、取れてるんで、まあ、生き残ってるだけでね、ほぼ毎ターン、アドを稼いでくれるんで、だいぶ強いですね。で、43っていうボディもなかなか素敵。さあ、残り10点まで。さすがにそろそろ土地が欲しいが、はい、土地引かず、ただ、コケモリは、まあ、悪くないですね。ドローしていきますか。さあ、まずは、まあ、ドローで土地を探したい。はい、ようやく土地が来ましたね。ということで、まあ、このターンは、マグダを出していきましょう。まあ、なんだかんだ、もうダメージもね、かなり相手食らってるんで、まあ、このまま一気に、押し込んでいけそうな感じではありますが、さあ、2体アタック。で、カードは1枚、残しておく感じですね。まあ、多分インスタントは使い回しはないとは思いますが。さあ、8点アタックから、そのまま通って、残り5点まで。いや、このターンは除去構いますか。まあ、多分相手、進化させて殴ってくると思うんで。さあ、はい。まあ、ジャスパーは、もう仕事はね、果たしてますね。さて、これは、一応33を除去ありますかね。うん。さあ、3点、このターンは入っていくのみと。残り6点まで。まあ、次のターン死ぬことは、おそらくないんで、まあ、ギサを出して、アドを稼いでいきましょう。さあ、44。5法2と2点ライフルーズ。まあ、2点ライフペイがね、ここまで来るとだいぶ効いてきますよね。さあ、まあ止まってきてるんで、持ってるとしたら切り崩しですけど、うん。まあ、切羽詰まったら切り崩しをここに打ってくる可能性もね、ありますね。さあ、2点ドレインからのギサが誘発。誘発するたびに332体はえぐいっすよね。さあ、これ投了と。GG。さあ、サイドボードこんな感じですね。なんか、バグでサイドボード見えないんですが、まあ、一般的な黒系のね、サイドボードになってます。まあ、ちょろっと全体除去入れて、重たいカードを、まあ、ちょっとだけ抜いていく感じでいいかなと。まあ、こんな感じでいきましょう。さあ、3ターン目。おっとまあ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 。さあ、やっていきます。こちら先手。うん。まあ、土地が2枚だけではありますが、まあ、土地さえ引ければというハンドではありますね。さあ、まずは、タップインを処理していく。さあ、相手は島から、うん。まあ、青黒ですかね。青黒ミッドね、結構当たってるんですけど、今のところ3-0してるかな。このデッキで。割と相性は良さそうですね。うん。さあ、青黒。お、青黒悪事か。このクリーチャーもね、どんどん育っていくんですけど、まあしばらくは放置でいいかな。さあ、ということで3マナ目引けたので、先に下水を出していきますかね。まあ多分、デッキ紹介でね、解説してなかったと思うんですけど、この下水王、まあ悪事との相性もいいんですけど、この用心棒ラクドスとのね、相性もかなりいいですね。まあ、サクるクリーチャーをどんどんとね、提供してくれるので、まあ、サクるクリーチャーに困ることはないと。さあ、相手、うん。クスビンキワシを、除去っていく。そして、ガードミルがでかくなっていくと。このクリーチャーね、本当育つスピードかなり速いんで、まあ、アグロタイプの、悪事デッキであれば、まあ、採用しうるカードですね。さて、土地引かず。これは収穫者出すか。収穫者出して、まあ土地を探しに行きましょう。さあ、ということで。
いや、どうするかな。相手がその、地図トークン使わずに構えてるんで、切り崩しプラス悪事で、バドミルをでかくしてくるっていう、展開も考えられたので、除去を打っていったんですが、相手何もなかったですね。地図トークンは、単に取っておいたと。さあ、そしてケアベク。ケアベクも強いっちゃ強いんですが、さあ、土地引かず、さすがに、土地探すか。さあ、収穫者からルーティングしていきましょう。侵入者は1枚でいいので、土地。さあ、5ターン目、ようやく土地を引いてきましたね。残すかな。さあ、フルパンしていきましょう。なんだかんだ相手も、残りライフはね、だいぶ減ってきているので、相手悪事を働くと、ケアベクで、墓地のね、パーマネントも唱えることはできるんですけど、唱えた場合は2点ライフルーズが発生しますね。さあ、相手、ドレッド。さあ、こっちもドレッドを出して、の、土地引く。先に用心棒かな、これは。多分、青黒だと、用心棒、メインから除去る手段が入ってないと思うんで、ライフゲイン、ライフルーズのこと考えても、用心棒を先に出した方が強そうですね。いや、バドミルは追放しておきますか。なんていうか、ギサとかをね、トップした時のために取っておいたんですけど、さすがに、用心棒を出すんで、さあ、バドミル。さて、はい。ちびもねの参加もね、試してみたんですけど、なんかね、アグロにもミッドレンジにもそんなに合わなそうな感じがしたので、自分はね、不採用ですね。ただ、かなりね、悪事に寄せた構築だと、結構使い勝手はいいカードではありますね。さあ、相手用心棒が、どうしようもできない状況。こちらも、ドレッド出していくんで、もう2パン圏内ですね。ギックスはいらないはず。さて、相手は殴れず、こちらだけ、一方的に殴っていくことができると。一応用心棒で、クリーチャーをね、避けることによって、アドバンテージを取っていけるんですが、さすがに収穫者は避らないかな、ここは。ということで、用心棒殴っていきましょう。さあ、上から6点パンチ。次のターン、どうですかね。ミスラランドもあるんで、もしかしたらフルパンで、そのまま倒せるかもしれないですね。相手がその除去を持っていた場合、用心棒がそのタップしてしまうんですけど、その場合は、いや、どうだろうね。2点ライフルーズもあるから、3点削れば勝ち。で、相手はブロッカーが5体。かなり有利な状況ではありますが、さあ、クリーチャー、で、ライフルーズが先に解決なので、3点削れば勝ち。ブロッカー5体で、用心棒に除去打ってきたとしたら、1、2、3、4、5、2、3、4。4点は通るかな確定で。ということで、起動して殴っていきましょう。反コンはまだつかないので、さあ、さらに下水用でトークンが出て、大体、ここで投了と。じじ。なんか、特に入れ替えたいカードがないんで、そのままでもいいですね。そのまま行きましょう。そうやっていきます。こちら先手。はい、キープしていきましょう。割とバランスは良くて、ギサまであるんで、5マナまでまっすぐ伸びれば、かなりいい、動きができそうですね。さあ、相手はワンマリガンで、スタート。
さて、まあ、どちらから行くかですが、これは EZ 果敢ですね。EZ 果敢ね、かなり速いデッキなので、まあ、できれば除去を引いていきたいですが、で、一応これマグダが生き残ると、ザスパーで、まあ、毎ターン勝手にね、宝物トークンが出てくるという感じですね。さあ、そして5マナ目も引いてくる。これは、まあ、クリーチャーがね、生き残れば、こっちもね、かなりいい動きができるんですが、さあ、即走。まあ、スペルはありそう。はい。これは、早いですね。まあ、目立ちたがりじゃないのが、救いではありますが。さあ、ただ、もう1枚スペルを持たれていると、6の8点入っていく。まあ、ただ、ここブロックしたくないですね。ジャスパーはまだキープしたいんで、1回はというか、まあ、これブロックできないですね。巨海の怒りとか持たれてたら、単純にね、一方を取られてしまうんで、はい。そして持ってると。うん。いや、これはかなり分回りですね。さて、除去引く。うん。即走をもらって、で、先に、超母先を除去ってから、で、このターンはタップインを処理して5かな。一応相手トランプルついてるんですけど、まあさすがに6点は削れないんじゃないかな。どうだろうね。まあ、ただこのターンは、ジャスパーはブロックに参加必須ですね。まあ、もう仕事は果たしているので、2体とも、ブロックしていきましょう。ブロックしないとか、さすがにいけんよな。まあ3点火力で死ぬんで、まあ、できればね、残したいんですけど、しゃーなしですね、これは。さあ、何か持ってるでしょう。さらに巨海の怒り。いや、これはね、ほんと、超絶ドブンですね。ドブンではあるが、耐えてる。耐えてれば、まだいけるんで、ギサも出したいんですけど、これはさすがに、ドロスが先ですね。ドロスは基本的に、まあこういうデッキに対しては、ブロッカーとしてね、かなり高い性能を持ってるんで、さあ、ドロス出していきましょう。まあ、薬瓶砕きも出して OK ですね。で、これギサもね、無法者なので、薬瓶砕きを出していると、勝手にね、悪事を働いて、まあ、三々が2体出ていくという形になりますね。まあ、あとはこの3点火力を引かれる前に倒しければ OK という形ですね。さあ、裏巻きのカード、おそらくこれはドローでしょう。3枚ドローは結構痛いですが、さて、これはいや、さすがに、ドロス先かな。まあ、ギサのね、活躍もお見せしたいんですけど、この盤面だと、単純にドロスの方が強いですね。まあ、相手そのトランプル持ってるんで、基本的にはタフネスが高い、クリーチャーを出していきたいかなと。で、何もなければね、ドロスの魔人、ワンパンで勝てるんで12点。さあ、3点火力を引かれなければ、という感じではありますが、さあ、どうでしょう。相手の土分の周りをさばききって、3点耐えているが、さあ、悩んでいる。はい。ていうか、相手火力入ってるんかな。まあ、さすがに入ってそうな気はしますが。さあ、即走のパワー上がっていきますが、ドロスはさすがに耐えてそう。これで OK かな。巨海の怒りは OK で、4。さすがに大丈夫そうだが、どうでしょう。さあ、即走に巨海の怒り。これパワーが6なので、まあダメージは0ですね。で、相手が8点食らうと。ドロスが強い。さあ、ということで、
まあ、ギュサの活躍もね、お見せしたかったですが、ここはドロスで勝利と。GG。さあ、まあ、さすがに、はい、木なんで、4点ライフルーズからの、まあ、10点パンチと。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。